これすごい大事で、楽しみたいのか伸ばしたいのかです。両方どれはちょっと難しいんですよ、いきなりは。2年とか3年とかやっててもしょうがないので、最大でも1年ぐらいかなと思います。これってなんか退路立ったんじゃなくて、逃げた後なのかなって思っちゃってて、そうすると自然なアニメが作れそうな気がしませんが、これで。はじめまして、イラストレーターのイクシーと申します。今回の講座のコンセプトなんですけど、アニメも作ってみたいなとか、タイムラプス上げてどう使っていいかとかに重点を置いた講座を作りました。フルリップスタジオでどうやったらアニメが作れるかっていう説明を実演を待ちねながら説明していきます。実際にこれもセクション2で制作したものになります。アニメを作るっていうとやっぱ身構えてしまう方も多いのかなと思うんですけど、思ったより簡単にできちゃうよっていうお話とかを分かりやすく説明しようかなと思っております。あとはイラストレーターの発信戦略、発信の仕方とか展開のヒントになればなっていう爪痕を残すようなお話とか活動内容とかの説明を交えてお話ししたいなと思っております。定着するファンを生む見せ方のコツ、覚えてもらう投稿の作り方について説明していきます。よろしくお願いします。簡単に用意したイラストがあるんですけども、SNS で投稿するときに自分は重要だなと思っている要素が一つあって、投稿者のことを認知してもらう。一番イラストレーター目指している人がやりたいこととしては、〇〇先生の絵だ。これを一番ちょっと欲しい要素ではあると思うんですけど、昨今だとかなりトレンドのイラストっていうのが割と固まってきていて、これを出しづらいっていうパターンもあるので、じゃあどうするかって言ったら、パターンとかネタとか、それからキャラとか、そういう共通性を持たせれば、これってこの人だな、このイラストはとか、そういう風に思わせれればかなり有利かなと思います。具体的に例のようなイラストがあるんですけど、似たような構図とかパターンで描いて、同じようなシチュエーションでちょっと例えば違うキャラにしてみるとか、あとはちょっと細かく登場人物だけ変えたりとか、とりあえずどんどん同じキャラを描いていくみたいな。メリットとしてはやっぱ覚えられやすいんですけど、デメリットは飽きられやすい。もう一個大事なのが継続力ですよね。週にどれぐらい投稿してるのか。毎日が一番いいんですけど、正直な話。週1とか、できれば2とかぐらいの更新量で、とりあえず投稿するっていうのが、かなり覚えてもらいやすいコツにはなるんですよね。これを繰り返すことによって、かなりの確率で覚えてもらえるんですけど、覚えてもらうまでが長くて、正直1月2月とかじゃなかなか難しいかなと思います。半年とか、それこそ1年とかのスパンで、これを繰り返すっていうのが一番地道ですけど覚えてもらいやすい形になります。あと、特定の色を使うとかですかね。違うキャラでも毎回青とか赤とかでもいいんですけど、一緒にする。そうすると、サムネでいるだけで、この人だってなったりすると。あとは、やっぱり今回アニメーションをメインに据えてるんで、アニメを使う前提でいくと、同じような動かし方をする人とかもいいかなと思います。例えば、こういう動き方はよくあるんですけど、なんかもう、こういう風な動き方とかしないんで、動き方に癖つけるとか、テンポちょっと変えるとかですかね。イラストの構図とか、色の使い方とかっていうのは流行りとかに乗っかる。どうしても似通った人っていうのは出てきちゃうんですけど、こういう動かし方に関してはもうかなり幅が広いので、なかなか被るってことが難しいと思うんですよね。そのうちでこういった個性をつければ、オンリーワンになれると思うんですよね。でそれを週1、2回上げて継続していけば覚えてもらえるのではないのかなと思います。あとは覚えてもらう投稿の仕方としては、フィクションの時もそうだったんですけど、自分の場合は日曜日の朝にやってたアニメ、これの日は絶対に感想イラストを上げたりとかしてました。どんだけ忙しくっても週1回、日曜日に何かあった時にそのイラストを描く。もう一個違うアニメ見てた時には、月曜日にもそのアニメ話して、日曜と月曜は絶対に投稿するみたいな。高確率でやっぱその日付のあたりは見てくれるんで、そうやって時間決めるっていうのはありですよね。これができるとかなり強いですね。どの分野でも。こうやって期日を守って何かしら作品を作るっていうのは、商業とかでお仕事もらった時とかにもしっかり対応できるきっかけにはなりやすいので、ちゃんと自分で時間決めてやるっていうのはなかなかいいかなとは思います。その中で、これすごい大事で、単純に楽しみたいのか伸ばしたいのかですよね。両方どれはちょっと難しいんですよ、いきなりは。
あと最初はここがっちり決めてから伸ばしたいんだったらこういうのを一生懸命考えてもいいんですけど、楽しみたいんだったらもう考えなくていいですよ。楽しんでるんだったら数字が伸びた時とかにも欲出さないとかね、あんまり気にするなよと。例えば2桁いいねとかもらってる最中に楽しみたいでやってたのに、急になんか4桁とか5桁いいねもらった時に伸ばしたいと思って急に方向転換しちゃうと急にしんどくなっちゃったりするし、逆もそうですよね。それはまたブレるので、まずここの2択しっかり決めてからその後で何を作るかっていうのをまず決めるって感じですよね。ブレちゃいけないのは楽しみたいとか伸ばしたいとか。僕的にはやっぱこっちをおすすめするかなって感じです。最初に伸ばしておけばあと何とでもなるんで、例えば伸ばして1万くらいのフォロワーがいるとするじゃないですか。その後に楽しんでたら、楽しんでる間に勝手に伸びたりするんですよね。やっぱ1万人ぐらいもう自分のこと好きな人がいるってわけなので、だからこういうルートは結構あるかなとは思います。ただここで伸びなかった時ダメージがでかいです。ここでもストレスで折れちゃったって人はこっち無視して、俺も完全に忘れて趣味でやろうかなっていう感じでいいと思います。趣味でやってるうちにまた伸びてきたら改めてちょっとまた伸ばしたいっていうところで頑張るみたいな。そこの判別っていうのがコロコロ変わらずに半年ないし1年ぐらいとかスパン決めて自分でやってみるっていうのがありかなと思います。やっぱ時間決めるのは重要ですね。特に退路立ったパターンの場合、たまに相談があるんですけど、今の仕事辞めてとか、今学校辞めて僕絵で頑張っていきたいって話とかで退路立っちゃった場合、僕はあんまりおすすめしないんですけど、おすすめしてる方法としては、退路立たずに学校ないし仕事、やるべきことはやった後に家帰って空いた隙間時間とかで趣味でやっていって、趣味でやっていくうちにノリが良かったら改めてじゃあ考えようかなっていう方がいいんですけど、退路立つ系だとあんまりうまくいくイメージわかんないんですよ。なんでかって言ったら、これってなんか退路立ったんじゃなくって、もう逃げた後なのかなって思っちゃってて、日常生活とかで必要なことから逃げて、俺はだけ書いていくんだって、それってなんか宿題やらずにゲームしてる小学生とあんまり言ってることが変わんないのかなって思っちゃうので、そういう場合は。それでも退路立っちゃったらしょうがないんで、もうその場合とかは、退路立ったら期限を決める。僕は2年頑張って、この世界で何かしら食べていけなさそうだったらすっぱり諦めて、再度進学するとか就職するとかを決めるっていう風に、リミット決めないと、ちょっとズルズルいっちゃう可能性があるので、リミット決めた方がいいかなと思います。最大でも1年ぐらいかなと思います。2年とか3年とかやっててもしょうがないので、目出る人で半年とか1年ぐらいで出ちゃうから、もう1年でリミット決めるのはいいのかなとは思います。もともと僕もプログラムで就職して、ピクシブとか更新していくうちにお仕事もらえてって形だったので、メリハリつけるのが大事かなと思います。セクションにクリップスタジオによるライトアニメ化。クリップスタジオによって手早くアニメを作りたいっていう方向けの講座になります。よろしくお願いします。実際にこのファイルの新規作成からクリップスタジオによって画像や動画などが作れるんですけど、漫画とかも作れますね、これで。その中でも、まず簡単な方で、クリップスタジオでアニメを作るやり方をまず学んでほしいなと思うので、普通にイラストを作るウィンドウで、ここの動くイラストを作るっていうところにチェックを入れます。セルの枚数何枚でもいいんですけど、とりあえず最初は6枚ぐらいにして、フレームレートですが、とりあえず 8fps デフォルトだと思うんで、このままでいきます。大きさはとりあえず A4 で作成します。そうするとこのように新規作成されて、右側にレイヤーが6つ追加されています。こっから何やればいいかわからないっていう人が多いと思うんですが、まず開けてほしいウィンドウがあります。2つありまして、上のメニューの右側の方にあるウィンドウってところからアニメーションセル、これを出してほしいのと、ウィンドウのタイムラインってやつとアニメーションセルをまず出してもらいます。で、ここにタイムラインってのがあって、これ先ほど6って指定したと思うんですけど、6個を勝手に作ってくれます。これ実はもうアニメになってて、例えば1枚目を A、2枚目を B、3枚目を C、4枚目を D、5枚目を E、6枚目を F とします。これでもうタイムラインっていうウィンドウホルダーがあります。ここの見づらいかもしれないですけど、再生ボタンを押していただければ、このようにアニメーションになってるんですね。すごい簡単にできます。で、1個前のレイヤーが見えるようになってるんです。緑が1個後のレイヤーで、青が1個前のレイヤーになります。例えば三角からこんな感じで、少しずつこうやって変えていくのがコツです。前どうやって動いていったかっていうのとかを覚えておきながら、このようにちょっとずつ変えていけば、こんな感じで一回棒になるみたいなやつやってみますか。こんな感じでいろんなアニメーションが
簡単に作れます。これを例えば、じゃあ出力したいよってなった場合、ファイルから新規で、ファイルから選んで、アニメーション書き出しにあるアニメーション GIF ですね。これとか選んでいただいたり、まずこれでやっていただければ、アニメーション GIF が書き出せますね。これで一応先ほどのやつが今これ、アニメーション GIF になってるんで、これを例えば X とかに貼り付けると動くイラストみたいな感じで投稿ができます。こんなに簡単にできますね。実際絵描ける人だったらかなり簡単なんで、お試しでここ触っていただければすぐ作れます。で実際ここの簡単なものを使って意味あるアニメーションを改めて作りながらゆっくり時間使って説明していきます。で、こっからが一個楽しい感じにできる方法なんですけど、裏技というかやり方があって、まず全部消しちゃうじゃないですか。次のコマで頑張ってなぞる感じです。ほどほどになぞる。あんまりぴったしすぎるとまずい。終点とかはきちんと合わせてください。簡単なアニメとかギャグアニメとかでよく使う方法なんですけど、こうやってずらす感じでトレースしていきますけど、このようにするとループアニメにしてやるとすごいおーってなって笑顔になったみたいな感じになってますよね。いやこれもっと大げさにすると面白いっす。だから沈むところとかもちょっと大げさにしちゃってもいいですね。こうやってビヨーンってやってかなりやっても許されるんで、こういうのミニキャラとかでやると本当に可愛くなるんで、今作りながら説明したことを意識しながらやるとすごい簡単に表現できますね。こういうのを複数組み合わせると雲とかが太陽があったりとか、例えばこれをさっきと同じような感じで適当なトレースをすると、こうすると左の子がおーってなった時に右の子がちょっとこっち見てるみたいな、こうするとすごい自然なアニメが作れそうな気がしませんが、これで